どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前出した60センチ気候石レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていない方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひ見てやってください。長らく経過報告をしていなかったこの水槽、そろそろ近況報告をしないと忘れ去られるということで動画に出した次第です。というわけで今回はあのイメチェンした水槽がどうなっているのかお話していきます。それでは早速いつものさらっとおさらいから。スネールを駆除するために使用した薬剤によって消え失せたと思ってたスネールがまた発生したため、再度薬剤を投与することを決意。しかし今植えている水草が溶けるため悩んだ結果、溶ける水草をすべて引っこ抜くことでイメチェンしつつ、スネールを駆除することにしました。そのおかげでスネールは駆逐できたんですが、苔まみれになったため、トゲなし沼エビを50匹導入して、きれいさっぱりしたところまでが前回のお話です。おかげさまでトゲなし沼エビの動画は超絶再生されており嬉しい限り。そんなトゲなし沼エビの強力な苔取り性能できれいになった水槽、果たしてどうなったのでしょうか？トゲなし沼エビが苔をきれいにしてから数日後、だいぶきれいになりました。最初はウォーターローンが引っこ抜かれて水面に浮いていたんですが、粘りがしっかりしているもののみが残ったようで、あまり浮いてこなくなりました。若干茶苔はついていますが、あんなにはびこっていた青み泥はきれいさっぱりなくなっています。奥に植栽していたロタラマクランドラグリーン跡地のウォーターローンも結構増えてきています。何度も引っこ抜いて差し戻しを繰り返したルドビジャースーパーレッドも勢いがすごい。全然枯れる気配もなくすくすく成長しすぎて逆に困るくらい。水上に近いウォーターローンも綺麗で、奥に植栽したヘアグラスもいい感じです。ただ若干見えにくいと思うんですが、盛り土しまくってる側面に卵巣が出てきてます。今のところまだ悪さはしていませんが、どうなるでしょうか。そこから6日後の状態がこちら。特に変わり映えはしないんですが、よく見てみるとウォーターローンの側面の卵巣がひどくなってきてます。先ほどの映像でもちょっと出ていたんですが、ここら辺から勢力を拡大してきてる感じ。水草の調子がいいだけにこの卵巣は怖いですね。ただ側面はなかなか対処がしづらく手をこまねいている状態です。そこから6日後の状態がこちら。以前動画で紹介したスーパーロングフィンネオンテトラが泳いでいます。やっぱこの生態は綺麗ですね。数匹だけですが結構存在感があります。ネオンテトラ特有のでっぷり感は可愛さも兼ね備えているように思います。水槽全面の卵巣はあまりよろしくないです。ウォーターローンの成長が卵巣よりも勝っているため少なくなってきているような気がしますが、徐々に増えてきています。奥のウォーターローンもほぼほぼソイルを埋め尽くしてますね。立ち上げてだいぶ経過してますが、ソイルの栄養が抜けてから余計に成長スピードが上がっているようです。やはり噂に聞いていたウォーターローン貧栄養の方がいい説は間違ってない気がします。そこから一気に飛んで1ヶ月後の状態がこちら。なかなか荒ぶってますね。ぱっと見ルドビシアスーパーレッドが一番すごいように見えますが、ウォーターローンもなかなかのものです。水槽全面のウォーターローンの厚みがすごいことになってます。ルドビジアスーパーレッドが影を作っているため、光を求めて上へ上へと登っているようです。また左上の水上近くのウォーターローンも飛行石に囲われた場所からはみ出してしだれてきています。こうなってくると収集がつかないですね。本当ならもっと早めにトリミングしないといけないんでしょうけど、どうしてもゴテゴテになってしまいます。というわけで、さすがにそろそろしないといけないということで、2日後にようやくトリミングをしていきます。まずはルドビジアスーパーレッドから。
こちらは一度全部引っこ抜いて差し戻ししているので、結構がっつりカットしていきます。ルドビジアスーパーレッドはトリミングに弱いんですけど、一度差し戻せばリセットされるので大丈夫です。こういう時にもウェーブシザーが大活躍。手を濡らさずにカットできるのは助かります。カットしたらとりあえず回収。ルドビジアスーパーレッドは葉も大きいし散らばらないから楽ですね。続いては盛り土しているところに植栽したウォーターローンをトリミングします。こんな感じで気孔石から溢れ出しているのでバッサリカットしました。ウォーターローンはあんまり成長早いイメージなかったんですが、スイッチが入るとマジで凄まじいです。急激に厚みが増すので、どのタイミングでトリミングした方がいいのか分かりません。続いては低床に植栽しているウォーターローンの伸びまくったところをカットします。このように低床から離れたものは浮力とともに上に伸びてくるので気をつけましょう。多分密になりすぎて行き場を失ったんでしょうね。続いては肝心の低床のウォーターローンをカットしていきます。これ結構気を使う作業なんですよね。ウォーターローンは粘りが弱いから、ちょっとハサミで引っ張るとすぐに抜けてしまいます。このせいでブカブカになっている部分もあるので、できるだけ慎重にやってます。というか、そんなこと心配する以前にカットした部分が完全に真っ白になってます。キューバパールグラスよろしく。下の光が当たらない部分が発火しているようです。これだから全景層のトリミングは難しい。この前動画にした白い水草の絨毯計画もこれで達成できたことにしておきましょうか。真ん中あたりもカットしていますが、同じように真っ白。逆に白すぎて綺麗ですね。ここからまた立て直せるかは微妙なところですが、残りの右側のウォーターローもカットしていきます。こちらは先ほどの場所よりもマシで緑色が残っています。おそらくこっちは何も障害物がなく、下葉にも比較的しっかり光が届いていたんでしょうね。これくらいならまだ巻き返せそう。というわけでトリミング後の水面がこちら。辺り一面ウォーターローンです。これじゃ作業ができないので回収していきます。何度も言っていますが、この全景層の回収が面倒でしょうがないです。いろいろ取るためのツールは試してみたんですが、結局どれも面倒なのでいつもの網を使ってます。カットしたルドビジアスーパーレッドとウォーターローンがこちら。どちらもモリモリな量になってます。ウォーターローンは一応再利用できそうなところを選別して分けてます。カットした直後がこちら。やはり左と中央部分のウォーターローンは悲惨ですね。真っ白で白髪みたいになってます。右側は刈り込んだ芝生みたいでまだ大丈夫そう。ルドビジアスーパーレッドはとんでもなく根っこまみれ。どれだけ生命力が高いのかがわかります。最後に左奥に植栽していたヘアグラスをカットしていきます。こちらはカットしようか迷ったんですが、周りの綺麗さっぱり具合と比較してモサモサなので思い切ってカットしちゃいました。だいぶバッサリいってますけど、ヘアグラスってこんな感じのトリミングで大丈夫なんですかね。ヘアグラスもカットしたら全ての水草のトリミングが終わったので、最後に水替えをして終わり。この作業をしないと濁りまくって大変です。全ての作業が終わった状態がこちら。だいぶ殺風景になりました。でも先ほどのやぼったさがなくなっていいのではないでしょうか。このまま順調に水草が繁茂してくれれば、前回よりもすっきりした水景になると思います。これで終わろうと思ったんですが、フィルターの汚れが気になったので、このタイミングで洗っておきます。全部丸洗いするとバクテリアが心配なんで、メインフィルターだけ掃除する予定です。まずはいつものように水を抜いてから蓋を開けていきます。汚い露材コンテナの蓋を取るとドロドロのゲルマットが出てきました。ゲルマットを重宝してるんですが、すぐに抹茶色になるので汚れが分かりにくくなるのが難点。中は全部キャビティです。これのおかげでフィルターメンテをあまりしなくても流量が落ちません。
案の定泥まみれなので浄水器の水を入れつつすすいでおきます。ろ過層とキャビティを洗い終わったら先ほど同様ろ材を戻していくんですが、今回はろ材の構成をちょっと変えます。何を入れるのかというと、こちらのシーケムのマトリックスです。1リットルタイプのものを購入したので、キャビティを少し抜いてその分を補填していきます。これでろ過能力もアップするという算段です。排水分に一番近いところなので、バクテリアの定着も気持ち早くなるのではないでしょうか。というわけで、あとはゲルマットと蓋をして終了。だいぶ時間はかかりましたが、トリミングとろ材洗浄ができてよかったです。こういう時に一気にやっておかないとやる気が起きないので、いい機会でした。正直今後この水槽がどのように動いていくかは分かりませんが、できるだけいい方向に行ってくれると嬉しいです。ちなみに今残っている問題は、ウォーターローン復活するのか問題と卵巣問題です。これら2つをクリアできれば、とりあえず立ち上げから1年は越せると思います。あまり言っていないんですが、基本的に立ち上げた水槽は1年は持たせたいので頑張ります。今後のこの水槽が気になる方はチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram をやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。